ちょっと練習期間も短くて、はいはい全然仲良くなくて最初。タイマーこれぐらいなんですよ。わかんないですね。日本トップランカーの配信者とは思えないなんかみたいなリアクション。いや俺の中ではメイクゲーマーズモアシグニフィカンシグネーター。帰るときは皆さんなんかね、トラブルというか、なんか飛行機も遅れた？もともと試合に負けた翌日に飛行機で帰りますっていう風に言われていて、で僕たち負けたのが6月の2日で、じゃあ次の日の深夜かな、深夜の便だったんですけど、だったら急にその日連絡が来て飛行機が取れなくなったと。はいはいはい。なんでかっていうと急すぎて飛行機の席が空いてないっていう、まあ言ったら分かるような、正直分かるようなことがあってそれで次の日に飛行機を取れることになったんですけど、でそれででもそれが帰れるのが5人5人5人先に帰れるってなって、でその日の夜にみんなでミーティングしたんですけど、そこで5人のなんか争奪戦みたいな。でもいち早く帰りたかった人誰ですか？那須さん帰りたい人結構多くて、多かったんですね。どういうバトルで5人決めたんですか？ボンバーっていう爆弾を鳴らしたら勝ちっていう24個ぐらい並んでて、ボタンが並んでて、それを1人ずつ押してって、だからどれか1つが爆発するんですよ。それを爆発させたやつから帰れるっていう。なるほど。そういうゲームして、それで帰れた人が帰れる予定だった人が僕と、誰だっけ？僕です。あと那須さん。あと怪我してレキが好き。僕そのボンバー実は勝ったんですけど、勝った瞬間、まあみんな部屋帰って、でその後もう LINE 鳴りやまなくて、もう金額交渉が始まって、僕帰りたくなかった。お酒飲みたくて、それでもう帰りたくなかったからよかったんですけど、もう値段釣り上げて、で結局五木さんだけ。で結局その決まって5人が良かったと思って、で次の日朝起きたら連絡入ってて。チケットが1枚になりました。だから五木くんだけなって怪我された五木さんに早く帰ってもらって、そうですよね。で後の人たちは6月の7なんで4日間メキシコで何もなく過ごすという。なんかね、都内とかね、どっか観光するところいっぱいあればいいですけど、多分そんなないですよね。何してたの？何してたの？みんなでメキシコみんなでメキシコシティに行ってメキシコシティに観光しに行ってました。メキシコシティは結構やっぱり大きくて結構観光するところあったんですか？そうですね、なんか結構都会、なんか僕たちが泊まってたホテルのところはすごい田舎だったんですけど、結構メキシコシティのところは都会でしたね。思ったよりもやることがあって、なんかあることあったか市場がありました。ああいいね。監督ずっとタコス食べてるんですよ。もう4日間ぐらい通い続けて、ちょっとあれはびっくりしましたね。おいさん違う。違ったよね、美味しかったよね、すごい。食べてない。あれなんですよ、メキシコ行ってすぐみんなお腹下して。確かになんかね、普通の日本人たちより体弱いんですよ。俺以外全員お腹きてるんですよ。そうなんですごい繊細でしたね。入ってたよな、だって。熱出たしね。延期だった初戦の日の朝に、毎朝僕プロテイン飲むんですけど、でプロテイン飲んだらそのまま戻ってきて、でトイレで吐いて、一生寝てて、で今日力入らないなと思って試合行ったら中止だったんで、めちゃくちゃ助かりました。それ水が悪い？いや結局原因が分かんないんですよ。水だよ。で一応現地の友達の方に聞いたら、やっぱり水が良くないっていうので、それから来る生野菜とか、その水で育った山野菜とか、でフルーツとかもアウトですし、海鮮も、あとお肉とかもちょっとアウトみたいな。で全部。他にもね、たくさんなんか
一緒のホテルで暮らしてる中でなんかさまざまなハプニングとかストーリーがあったと思うんですけど、これ面白かったなとか、なんかこういうことあったよなとか。私15時間のフライトで4年間眠ってた老いぼじ再会して、今僕こうやって普通に座って収録してるのも奇跡です。そのぐらい、もうゴールネット揺らしてる感じです。もうこんなんです。日本代表10番じゃなかったらもう速攻病院行ってる。日の丸を背負ってる。見ます？こんなんがある。それはサッカーでは響かないですか？いやもう今はサッカーできないです。できない。もうもうすぐにでも手術して。そうなんだ。取らないといけないです。帰りに結構悪化した。行きは悪化してなくて帰りに。そうですね。多分長時間フライトでもうなんかうっ血して。もうちょっとできますけどこの話。大丈夫です。大丈夫です。でも結構ね、そういうトラブルもね、確かに体いろいろありますからね。大変だったね、環境変わるとね。でも皆さんでね、ご飯行ったりとか加藤さんもありましたけど。そう、最後の方は結構みんなとご飯連日行ってたよね。ごちそうさまです。結構な人数分ありましたよね。あれ加藤さんが一応格好つけようかなと思って。そう。でもあとさっきなんか帰国の時期が遅れたっていう話があったと思うんですけど、帰国の時期が遅れたことでなんか普段の私生活に影響があったとかってあるんですか？仕事ができなくなったとか。僕は会社員なので、やっぱりもうちょっと早く帰るかもしれないっていうのを話してたんで、やっぱりちょっと怒られてはいないですけど結構仕事が今週1週間はかなり回ってきました。ツケが回ってきた。現地からのちょっとリモートもされてたりとかもするんですか？基本的に毎日時差でちょっとだけ仕事をしてました。すごいかっけえ。メキシコから仕事して、でも帰る日が大体ね4日とか遅れたって話があったじゃないですか。もう上司の方とかにも連絡して「いやこの日帰るよ」って言ったら4日後遅れるってなると結構詰められます。負けて何もないのに4日間もいるのみたいな。確かに遊んでくるんじゃないかみたいな。しかもちゃんと遊んでましたよね。なんかワビさん、こういう感じでめっちゃ仕事、僕同部屋だったんですけど、めっちゃ仕事してたんですよ。大変そうだなと思って、ただもう帰らなくていいってなったらスイッチ入っちゃって、もう酒めちゃくちゃ飲める。で僕先に寝てたんですけど、夜中いなくて。いなくなったらなんか一人で屋上のホテルの屋上のプールで飲んでたらしい。真っ暗じゃなくて奥のやつ。清人の朝まで。僕試合終わって、僕もなんかもう全部切れちゃって朝11時ぐらいに起きて、そっから次の日の朝の7時まで飲んでました。そうしたら屋上で来て、ワビさんが。2人でずっとじゃあ。2人でそうです。朝まで。他にはなんか仕事に影響が。ちょっと仕事じゃないんですけど、その4日伸びたことでちょっとなかなかそんな時期取って海外にいる時間ってないんで、ちょっと那須さんと海外旅行行こうみたいな話になって、で加藤さんが配信でなんか大谷翔平見ずに帰れないっしょみたいな、LA 行くっしょみたいな、近かったの4時間だったからね。言ってて、ちょっとそれにインスパイアされちゃって、ちょっと僕たちも LA 加藤さんについていこうと思って、LA 到着したら加藤さん普通に日本帰るんです。チケット取れたの俺。たまたま今日帰れるよって言われたから、じゃあそのまま帰りますって言って帰っちゃったけど、本当ワンチャンもう俺もアメリカ行って帰ってこうかなと思ってた。でもその影響でね、ちょっと行きたかったのに行けなかった。そうですよね。で結果 LA ついて、大谷翔平アウェーでゲームなかった。そう東海岸やったんだね。そう東海岸そう。LA いなかったんだよ。なるほど、タイミング悪かったんだ。普通に那須さんがカジノしてんの後ろで見てっていう。那須さん勝ってました？いや、那須さん負けて帰ってました。負けてました。めちゃくちゃ負けてね。退場して
唯一一回も勝ってない人だから。ナスさん以外全員1回は勝ってる。あれレッドカードって次の試合も出れない。そうです。次の試合出れない。で試合はその試合は10分。5分かな。5分間1人。あ、5分間1人。Así que veremos si se confirman en sus partidos, pues cómo sea. Balón para Manu Ochoa. Cae Manu Ochoa. Penalti favorable a Realiza. Manu Ochoa fue agarrado de la camiseta y tarjeta roja. Consideraba Joan Fábregas que era una oportunidad manifiesta de gol. いや辛いっすね。でボコボコにされて。でも那須さんレッドカードで1試合の出場停止っていうものだったんですけど、その本部から退場した人とか警告受けた人みたいなリストがバーってくるんですけど、そこに書いてあったのがなんかある選手5試合出場停止とか、そのなんかちょっとこう悪さしちゃったとか、なんかやらかしたの。で5試合出場停止かつ次の試合の自分のチームは5分以降プラス5分で1人少ない状態で戦わないといけないみたいな、そんな厳しいペナルティーが。でなんかあとスタッフの人がめちゃくちゃ暴言吐いて、で警告食らって退場になったんですけど、その人出入り禁止になってましたなんでそう考えると那須さんの1枚っていうのはまあ軽い不幸中の幸いだったのかなと。厳重注意みたいなのがあるんですか。なんかでもみんなすごいスタッフの人から褒められてた。日本の選手たちはものすごいマナーがいいってめっちゃ褒められてた。だから多分帰り際にスタッフの運営の人たちがバーって出てきてみんな拍手したのは多分本当にいやありがとうねっていうすっごい評判良かったみんなの。まあ確かにねアジア圏から来たチームも少ないですし、ないっていうのもあって、そういうところでも歓迎してくれたのかも。歓迎してくれた。ね、またねだから行く機会がねあるかもしれないっていうところでね。なんかツイッターではね来年もやるとかね言ってたもんね。また呼んでくれると嬉しいですけどね。他になんかレッドカードの那須さん今日いないんで、那須さんの裏話とか。那須さんいないんで。じゃあいいですか、那須さん。まさかのやっぱり僕らも那須さんへのリスペクトがすごくあるし、もうずっと現役で見てた選手だったので、意見をできるだけもらいたいと思って、我々スタッフ陣も何かこうチームで問題が起きた時はちょっと那須さんにアドバイスをもらうというか、そういったシーンっていうのは結構あったんですけど、那須さんすごくこう真面目ですごく優しいし、あれだけの選手なのに我々とこう目線を合わせてくれるというか、そういったところがあったのでいつも優しく話をしてくれるんですけど、結構話すんですね、長いんですね、結構話すんですけど2、3分こう必死に伝えてくれて、結果何を言ってるんだろうちょこちょこ大きで那須さん含んだミーティングが終わった後にスタッフで今那須さんが言ったことはこっちかなみたいなミーティングをさらに40分してっていうのはありましたね。割とだから広い意味で言ってるけど芯がどこにあるのか分からないですよ。そこまで言ってないんですけど、でもその時は分かりました。はい、分かりました。那須さん行きましょう。やりましょう。会話できてないじゃないですか。じゃあいいですか。那須さんやっぱJ リーグですごく長く活躍していた方なんで、加藤さんのオーナー PK のアドバイスをしてて練習の時にめっちゃ聞いた。なんかそのアドバイスしてるっていうのを加藤さんのその YouTube とかでも配信してたんで、その那須さんのアドバイスやっぱいいよなみたいなコメントが結構あったんですよ。で実際に1戦目決められて、それでちょっと気持ちよくなったのか、なんか結構アドバイス量が増えてきてチームのために自分が気持ちよかったんじゃないですよ。いや、そうなんですよ。それで、加藤さんが決めていただければもちろんいいんですけど、実際に自分が見せて見本をね見せようっていうので、那須さんが加藤さんに教えた方法で実際に蹴って練習してたんですけど、ことごとく外してるそのアドバイスでもう余計にオーナーにプレッシャー与えて何してんだろうなでも実際に加藤さん決められてたんで、あれはもう那須さんのアドバイスじゃなくて加藤さんの実力ですどうでしたアドバイス。いやなんか1個だけやろうって、いろんなことを言っても多分できないから一つだけ
タイミングキーパーのタイミングをずらそうっていうのだけ、しっかり教えてくれて、多分それめちゃくちゃあれ聞いてたんじゃないかな。本当に素人だったけど、なんか別にこっちは駆け引きしてるつもりないけど向こうが勝手になんか迷ってたみたいな感じだったんで、多分タイムシフト見たらあれは実際キーパー的には嫌でしょ多分。めちゃくちゃ嫌ですね。なんかやっぱりタイミングずらすっていうか、助走の時にちょっと止まったりしたじゃないですか、あれやるのは本当に上手い選手だけなんですよ。本当にだからこいつは上手い選手だって多分キーパー思うんで。そうなんだ。はい、でプラスその加藤さんがそのキッカーから見て右蹴られてたじゃないですか、普通右利きの人って本気でシュートを打とうとすると大体左側に蹴るんですよ、で軸足とかも結構そっち側になってるのにこっちに蹴るんで、右になるんで、キーパーからしたらめちゃくちゃ嫌だと思います。あっち得意なんですよ。ユースとかの方が多分めちゃめちゃ練習してたと思う、そうよく付き合ってくれた。どうでした？加藤さん毎回その助走して助走のタイミングとかを変えて打ってくるんですけど、本当にもう圭佑君も言った通りにもうタイミングが取れなくて、でキーパーってそのライン踏んでなきゃいけないんですよ、その相手のキッカーが蹴るまで。それで加藤さんが蹴る前に動いちゃうとそれでもイエローカードとか出ちゃうんで、ギリギリまでタイミング待って飛ぶってなるとやっぱ届かないところだったんで、タイミングずらすっていうのはすごい相手にとっても嫌だったなと。それでも2戦目も先飛んじゃって加藤さんやり直しになったんで、それでやっぱタイミング違うのがすごい今回効いてたなって思います。あれね、前日にね、俺ネイマールの PK ずっとこうやってねやりますね、ネイマール確かマジでネイマールの動きを丸パクリしたの。そう形から入るから俺すごい。しかもね、やっぱり大きい身長が大きいキーパーからすると届きにくいね、右下に入ってくるとさすがに届かないっていうのはね、ありますからね。素晴らしい PK でした。あと気になったのがコーチとトレーナーの役割っていう部分で多分皆さん気になってたと思うんですよ。やっぱり選手は表に出ていろいろね、やっぱりパフォーマンスを発揮して結構映像に残ってたりする部分が多いと思うんですけど、コーチとトレーナーってどういうことをしてたのかっていうのをお話しいただいてもよろしいですか？まあなんかチームが出来上がってから、もう本当に時間がなかったんで、で日本からこうメキシコに行く前も全員が集まって練習できた回数って多分2回とか3回とかしかなかったんで、まあその中でどういったチームを作っていくかって考えた時に、やっぱりこう絆を深めてこのチームで勝ちたいなって思わないと、こうなんていうんですかね、みんなも仕事があったりとかする中であまりこっちに熱量をかけてくれないんじゃないかなっていうのはスタッフで話をして、なのでできる限りこうみんなの絆を深められるようなサポートをできればなっていうのは最初に考えて向こうには行きました。はい、でも優秀だったよね、本当に。自分この上から目線で言ったけど、みんなコーチ陣、スタッフ陣が優秀でしたね、本当。1試合目と2試合目の戦術をガラッと変えたんですよ。はい。でもかなり1試合目ですごい難しい試合だっていうのが分かって、で、この戦い方で2試合目も行ったら必ず負けてしまうなっていうのがあったので、そこのミーティングとかも本当に夜中2時とか3時ぐらいまでスタッフでしてっていうのがあったので、戦術とかのもちろんこのキングスリーグの試合っていうのがすごい特殊なので、フットサル経験者であるコバとか、ワビさんにもちょっと協力してもらったりしながらっていうのもありましたね。だから戦術とかそういった面でもかなり時間を使ってチームのためにっていうのは動いてました。結構ね、ガラッと変わってなんか本当に動きをつけてなんか前からってプレスをかけたりとかもありましたね。1試合目の加藤さんの配信で10万人近くの方見てるのに、ちょっともう我々もビビってというかだからもう勝つための戦術に2試合目はもう大きく振ろうっていうことで、そこはちょっとこう1試合目をやってこの注目度というか、こう日本での盛り上がり方だったりとかを見て、ちょっとそういったところもみんなピリッとしたりとか、もちろんその配信は全員多分試合終わってから加藤さんの配信2回したんですけど、やっぱりその時もうみんながやっぱり加藤さんのために勝ちたいっていう思いが、こう加藤さんの熱を見てすごく感じたので、それで初めてこうみんなで一つになれたっていうのは実際あったかなと思いますね。確かに勝ってくれみたいなね、すごいコメント流れてましたね。そうですね。しかも朝方、多分平日の朝方6時7時そうにあれだけの人たちが見てくれたっていうのはやっぱね、すごいびっくりしたし、ね、そういう人たちのためにも勝ちたいなみたいな気
気持ちは多分みんなも僕含めみんなもあったんで、そこをねちゃんとコーチ陣が戦術に落とし込んでねちゃんと一勝できたのすごいなって思いますね。ここになんか話したいなんか内容というか、トレーナーちょっとトレーナーです。一応柔道整復っていう国家資格を持ってるんですけど、もう実績とか経験とかほとんどもう全くなくて、それで急にお誘いいただいて帯同することになったんですけど、一応テーピング、マッサージ、ストレッチある程度ちょっと勉強していこうと思って勉強していったんですけど、皆さん本当に僕22歳で一番若いんですけど、こいつ本当にトレーナーできんのかみたいな絶対あったと思うんですけど絶対あった絶対あったと思うんですよ。でもう五木さんが1試合目怪我した時とかも僕ちょっと行ったんですけど、すぐあっちの本部のメディカルスタッフが来てくれて、で担架乗せて僕一緒に運ぶことしかできなくて、でも本当にでもその中でも何人かちょっと頼ってくださって、マッサージとかストレッチとかホテルの部屋行ってやらせてもらったんですけど、コバさんとか今いない五木さんとかそれで達也君ちょっと今来てないんですけどはなんかその夜中プライベートの時でもその試合を見返してたり次の相手チームの試合見てたりしてたんですけど、那須さんにもマッサージさせてもらったんですけど、那須さんナスポイント取りに来た。ナスポイント取りに来た急に。なんか YouTube 見てたんですよ。何見てんのかなって見たらゴルフの動画見てた。やっぱ経験がすげえな。僕呼ばれた時も寝てて、でカードキー渡されてたんですけど、入ったらじゃ寝てたんですけど、お尻叩いて来ましたって言ったら、那須さんちょっと寝起き可愛くてありがとうってちょっとちょっとドキッとしちゃって、那須さんも可愛いとこあるんだなって。ナースポイント入りました。あとこれだけのメンバーを集める際に、まずは多分スタッフ陣を集めていくところからスタートするじゃないですか。その外堀ってどうやって埋めてったんですか。でなんか誓約書とかにもさ、その肖像権は全部第三者に提示する。第三者に提示するんだ。なんかメディアの露出のことを多分言いたかったんだろうけど。ということで、加藤さんを一言で表すならということでフリップの方に書いていただきたいと思います。メイクゲーマーズモアシグニフィカントシグネーター。